物事を長く継続する秘訣はありますか？新しいことをやろうと思うのですが、いつも三日坊主になってしまう自分へアドバイスをお願いします。人間の基本は三日坊主だと思ってください。これは意志が強いとか弱いとか、時々ね、本当にそういう意味で意志が強いっていう方がおられて、怪物みたいな人っていうのがおられるんですけど、多くの人たちは三日坊主。三日続けばいい方坊主。一日坊主もいますし、その時だけ坊主がほとんどだと思いますね。でもそれが真っ当な人間です。じゃあ、いろいろと物事を長く続けることができる人というのは、みんな、それだけ意志が強いのか、ね。修行を積んだお坊さんはそれだけ意志が強いのか。確かに、ご修行を積んでいくことによってですね、修行を積んでいくことによって、意志が強くなるというよりも、自分が愚かな選択っていうのはしづらくなる。もし正しい修行の方向性というものをきちんと、そちらの向かって歩んでいるんであれば、自分が物事を、このことは継続してやった方がいいということが明らかにわかるのであれば、そのようにして、自分の身に定着させたい習慣を自分に習慣づけていくっていうことができるようにはなってくると思いますね。けれども、基本的に私たちはみんな3日続けばいい方、何か一つのことを始めたら3日続けばいい方というのが当たり前だと思ってください。そちらが普通です。で、それ以上続けることができる人の方が得意。ね、それが一つの能力だと思います。で、じゃあ、どうしたら続く何か一つの物事が、その物事を習得できるレベルまでずっと継続していくことができるかと言ったらですね、それはどうすればいいか。実は、仏教では、そのために善友にはべれということを教えています。善友というのは自分よりもより人間の成長のために、自分の成長のために、自分を律して物事をよりよく巧みにこなしていくことができる。そういう人を善友というんですね。なので、私たち何か一つの物事を本当にもっともっと続けて上手になりたい。それができるようになりたい。ね、物事を継続する意味ってそういうことですから、良きことを継続して自分の習慣に定着させたい。ね、で、悪しきことをできるだけ、離れたい。そう。で、そのためにどうしたらいいかって、それを自分の意志で頑張れではないんです。善友にはべれとお釈迦様はおっしゃったんですね。善友にはべるということはどういうことかというと、その自分が身につけたい良き習慣を、何らかの習慣をもうすでに身につけたり、それを身につけようと頑張っている、そういう人たちの集まり、これをサンガと言いますか、このサンガに善友を求めて所属するということが一番簡単に自分に新しい望ましい習慣を身につけていくときにですね、非常に重要な要素になってきます。多くの人がそんなに意志が強くない、自分一人では今の環境で、今の生活習慣で自分一人で何か新しいことを始めてそれを自分に定着させていこうとすると、これは大変なことなんですね。なので何かを学びに、そのスクールに行ったりとかね、するわけです。でもこれが私たちの言うところの道場です。例えば空手が強くなりたいよって自分一人で YouTube 見て練習することもできると思います。でもやっぱりね、そういう、道場に行けば週1回でも2回でもそこに行くということを決めて、そこに行くとですね、そこに仲間が集まってきてるわけですね。そして先生がおられて、そしてそのやっぱり稽古に行くという強制力を、何らかの強制力を強いられないとですね、強制されないと人ってやっぱりやらないので、で、この強制力をですね、もたらしてくれるのが、その道場という場なんですね。なので皆さんも何か習い事をしようとか、何かこういうことをしたいと思ったら、そういう同じような志を持った人たちが集まっているところに行くのが一番いいですね。
そう。で、強制力のある、ところへ行くのがいいですね。私も、ずっと空手を、19の時に始めて、それをですね、ずっと続けてきましたけれども、ある意味そこまでですね、道場に通い続けることができた。そこまでやっぱり稽古をし続けることができたっていうのは、やはり言ってみれば、先輩が怖かったからですよね。で、やっぱりそうなんですよ。私何度も辞めたいと思って若い頃そう思ってましたけども、私がこれでもう空手をやめますって言おうとするとですね、その先輩がですね、もうそれを見透かしたようにね、おっしゃるわけですよね。お前は何のためにここ入ってきたんだと。いや、強くなるためです。で、お前は強くなったのかって言われるわけですよ。ね、強くなったのかと言われると、とてもとても強くなってない。ね、それは、その空手のですね、殴り合ってのとかね、組手の上での強さっていうことじゃなくて、自分自身をちゃんと律して、自分の成長のためにね、自分で、きちんと自己管理ができるという意味においても、それが私の一番欲しかったことなんですけど、それができるようになったのかお前はと言われてですね、いやー、そう言われるとまだまだだなと思うわけですね。そこで、その答えに詰まって、じゃあ、なんで道場を辞めるんだって言われた。もうそれでおしまい。ということで、辞めたいと思った時期もありましたけど、辞めさせてもらえなかったっていうのが、本音で、ね、本当のところで。で、気がつけば黒帯になることができ、そして、だんだんそうやって経験を積み重ねていくとですね、何かしら自分が、少しここで自分に喝を入れたいなと思ったらですね、例えば試合を組んだり、あるいは自分で自分のルールを決めて、稽古に行ったりというふうにして、少しずつ自分を律することがだんだんできるようになってきましたね。でそれはそうやって自分を律して、そして、それなりにちゃんと時間を割いて、自分が成し遂げたいと思うことを成したいと思うことに、ちゃんとコミットして、それをずっとオンしていく、継続していく。そのことによって、やはり確実に自分が成長するっていうことを過去の経験から、やはり自分で分かったからなんですね。こんな自分でもこれだけこういうふうに続けていけば、やっぱりそれなりに成長してね、黒帯取ることができるんだとか、試合で勝つことができるんだっていうことが、だんだんと経験を積んで分かってきて、自分の自信になっていくんでしょうね。ですから、これぐらいの時間、このように、苦しいこともあるけれども、頑張っていれば、何らかの形で今よりも一歩でも二歩でも、自分がなりたいと思う方向に進んでいくことができるんだっていうことをですね、その継続して何かを続けていって、そしてその継続して何かを続けていったことによって、自分が変わったと、望ましい方向に変わったという経験を積み重ねれば積み重ねるほど、今度その経験を他にも応用することができるわけです。ですから、何か一つのことを目標を立てて、それをですね、やはり継続していく。そして自分がその継続することによって変わっていくんだと。良き方向に変わっていくんだっていうことを体験することは、もう本当に素晴らしいことというか、マストだと思いますよね。それがどんな道であれね。そう。で、この時になかなかそうは言っても継続をしていくことが難しい。そう。自分一人でやったら難しい。だからお釈迦様は善友にはべれとおっしゃったんですね。自分の自己改革をしていく。そして自分の人格を成長させていく。こんな難しいことはありませんから。で、およそ私たち何か物事を成し遂げていくには、その、マインドセット、心構え、ね、心持ちと言いますかね。それと、具体的な技術、技ですね。そしてそれを続けていくときの自分の、体力であったり、それから、環境であったり、ね。これを日本的な言葉で言うと、心、技、体と言います。で、この心、技、体はですね、難しい順番から並んでいます。心が一番難しい。ね。義体、これも難しいですけれども、でもね、やはりこの義体がないと、なかなかこの心というものは育てることができないんです。なので、この善友にはべると、まず体から入るかもしれない。まず義から入るかもしれない。だけどそれを通してですね、だんだんこの心というものが磨かれていくんですね。で、これを何か一つの分野で心義体ということの重要性をセットで体感するとですね、これが他の分野にも応用できるようになっていったりしますね。ですから、それを自分一人で成し遂げていくのは大変難しいということが分かった上で、お釈迦様は、
この修行を続けていく上で大事なものは何ですかということをお弟子さんが聞いたときに、善友であるとおっしゃったわけですね。善友というのは物事を成し遂げていく上でどれぐらい重要ですかってさらにお弟子さんが聞くんですよ。それに対してお釈迦様は何とおっしゃったかというと、善友が全てだっておっしゃったんです。そう。だからもしね、何か一つのことを自分が継続できないというんであれば、まずはその何か一つのことっていうのを本当に自分が成し遂げたいことなのかっていうことをちゃんと自分に問うた上で、絶対にこれは自分は成し遂げたいと思うのであれば、いろいろ自分で調べたりあれこれ、自分でやってみようというのもいいですけど、真っ先に、一流の善友にはべること。これが一番の近道であるということ。なので、ぜひ善友にはべってみてください。